放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第92話、世界を奪う影。バルザークの足が再び地面を踏んだ。その一瞬で世界の密度がまた一つ削られた。前線はもう形骸化していた。残っているのはただの後ろへ流れる残響だけ。中央戦線、そこに立つ影は変わらずただ一つ。バルザーク、歩みは変わらない。早くもなく遅くもない。だがその一歩ごとに戦うという行為そのものが意味を失っていく。下がって。美咲の声は自分でも驚くほど静かだった。それは恐怖の声ではない。理解してしまった後の諦めきれない空白感。勝てない、その事実が胸の奥に冷たく沈んでいる。それでも彼女は杖を握り直した。味噌を集め空空中の魔力を限界まで圧縮する。彼女が今持てる最大出力の魔法、爽快油が強くを浴びすれい。栄翔は刹那蒼白の本流が戦場を裂くようにほとばしった。光は空気を焼き地面をえぐり一直線にバルザークを貫くはずだった。何も起きなかった。防がれたわけではない。吐かれたわけでもない。ただバルザークに近づくほど光の本流が色を失い速度を落とし、最後には静止した。水は無惨事、魔力は波紋のように広がって消え、青い駆石は存在ごと削り取られたように跡形もなく消えた。魔法が意味ごと削除されていく。まるで最初から放たれていなかったかのように。岬の瞳がわずかに揺れた。うっそう、小さなつぶやきが風に溶ける。沈黙が落ちた。それは言葉が奪われた空白ではなく、抗うという概念そのものが根こそぎ不定された空白だった。戦場全体に重く息を細める無音が広がる。一瞬の呼吸の後、カズマサは静かに、しかし誰も逆らえない重さで言った。撤退だ。誰も反論しない。できない。その一言が意味する現実を全員がすでに骨の髄まで理解していた。勇者が退く。それは命令ではない。戦いそのものの終わりを告げる宣告だった。号令が走る。整然とした交代など最初から存在しない。誰もが歯を食いしばり転び仲間を引きずり血を吐きながら、それでも足を止めない。止まった瞬間、全てが終わると分かっているから。これは撤退ではない。生き残るという一点だけにすがりつき這うように逃げる。はい、そうだった。門を開けろ。まだ後ろに残ってるぞ。急げ。閉じられる。怒号と悲鳴が交錯する中、城塞が視界に現れる。ピュートラネス城塞、後方防衛線を構成する石像の要衝。そこまで下がるしかなかった。魔王軍は止まらない。中央戦線に残されたのはバルザークと最小限の部隊のみ。それで十分だった。彼一人が前線そのものだから。急ぐ必要はない。追う必要すらない。いずれ全ては逃れられぬ速度で崩れ、自ら彼の足元へたどり着く。破滅は追うものではなく訪れるものだと知っているかのように、だからこそ残る戦力は全て北部戦線へと注がれていく。北部、つい先日まで優勢を保っていたはずの戦場だが今、地平を埋め尽くす軍勢がその均衡を踏みつぶしていた。増援、さらに増援。終わりの
そのものが無限に湧く続ける濁流に飲み込まれていく。防衛線が一枚ずつ剥がれる。隊列が崩れ、式が途切れ、開脚が連鎖する。そして北部もまた音もなく下がり始めた。中央、北部、二つの戦線が同時に後退していく。それは局地的敗北ではない。戦局そのものが音もなく確実に折れ始めた証だった。空は無響きだった。あまりにも音がなく、まるでこの結末だけが最初から決まっていたかのように、旧トラネス城塞の門は重く閉じる。その音は防衛の始まりではない。世界が取り返しのつかない方向へ確かに進み始めたことを告げる鈍い終焉の響きだった。これはまだ敗北ですらない。抗う余地を残した戦いの終わりではなく、もっと無音でもっと確実に全てを奪っていく終焉そのものの始まり。そしてその中心へと運命は抗えぬ流れで収束していく。ユーマの選択へ。北部戦線。風はまだ冷たかった。季節のものではない。削られた命の熱が地表から静かに失われていく温度だった。押されている。それは一瞬の劣勢ではない。数日間ずっと後退し続けている。隊列は日ごとに薄くなり、叫びは短くなり、剣はどんどん重くなる。戦ってるんじゃない。ただ耐えてるだけだ。それも終わりを少しずつ先延ばしにしているだけだ。ユーマは立ち尽くしていた。目の前で兵が太り崩れる。次の瞬間には別の誰かがその穴を埋める。意味のない交代。終焉を数呼吸だけ遅らせる。沈黙の儀式。違う。胸の奥で何かがくしむ。これは視線が自分の手に落ちる。震えてはいない。血もついてない。なのに誰よりも重い常闇の剣。あの力の始まり。踏まれてはいけなかった。破滅の核。俺だ。もう否定は浮かばなかった。俺が作った言葉にした瞬間、世界が一段と無音になった。逃げ場が消える。あれさえ現れなければ戦局はここまで歪まなかった。中央は崩れず、北部だってまだ耐えられたはずだ。そしてあれを生み出したのは俺だ。ユーマ。イーナの声。振り向く。その瞳にあったのは疑いでも失望でもない信頼だからこそ辛い。それが何よりも重かった。来光が彼女の踏み込みはもはや音を置き去りにしていた。ひらめいた単波が敵陣を裂き、遅れて稲妻が空間を焼くキルストーン。矢は連なり空を縫い、確実に急所だけ追い抜いていく。速く正確で迷いがない。でも戦場の流れは止まらない。交代の速度だけがどんどん加速していく。セレスの栄唱が重なる。降臨
レスの栄翔が揺らぐ。誰も口には出さない。でもわかる。限界だ。その中心にユーマは立っていた。何もつかめないまま、何も変えられないまま。それでも逃げることだけはできなかった。枯れ木の影、壊れた装備、価値を失った残骸。視線が無意識にそれらを追う。まだ名前のない何かを探している。でも敵の気配がもうすぐそこまで迫っていた。地面を踏む音、一つじゃない。増えていく。確実に大井へと向かう足音。顔を上げる。黒い影が視界を埋め始めていた。俺のせいでみんなが